メキシコ、グアダルーペ大聖堂にある奇跡のティルマ。今から約500年前のティルマが飾られています。このティルマは、もともと聖母を見たという先住民、ファン・ディエゴが着ていたもので、そのティルマに聖母の姿が浮かび上がりました。聖母が映し出された奇跡のティルマですが、ただのティルマではありませんでした。NASA の協力のもと、科学的調査が行われ、本来であれば、数十年で傷むような材質と保存状態。ディエゴの貧弱なティルマの耐用年数は15年ですが、500年後の今日でも、無傷で美しく見ることができます。ティルマを科学的に調査したところ、聖母は地球上に存在しない何かわからない顔料で描かれていました。しかも、聖母の光を25倍に拡大すると、ファン・ディエゴ、司教、通訳が映っているというのです。このメキシコの先住民、ファン・ディエゴは2002年に劣勢されました。1785年に清掃員が額縁の汚れを落とす際、誤って硝酸をかけてしまいましたが、ティルマの部分は無事でした。1921年には爆破事件が起こり、祭壇は破壊されましたが、聖母のティルマは無傷でした。また、ティルマは粗い目の布なのに、裏には顔料が染み出しておらず、色は実際には布の表面から100分の1インチ上に浮いています。画像の色は薄くならず、布も劣化していません。聖母は星で覆われた青緑色のマントルを着ています。画像がティルマに現れた。1531年12月12日のメキシコの空の星座の正確な位置を示すパターンになっています。そのパターンは逆で、上から見たように見え、地球を見下ろしています。聖母はまた、金色の花で覆われた淡い赤のガウンを着ています。花はメキシコの主要な山脈と一致するパターンになっています。マントルの星がメキシコの空の星座であり、ドレスが比例してメキシコの地形の主要な丘と火山を表しているため、画像全体が黄金比を維持しており、音楽の専門家が花と星の各点で表現された音符を記録しました。
この音符をコンピューターで読み取ったところ、次のような完璧なハーモニーのメロディーが発見されました。聖母の画像は、彼女の体の寸法がすぐに出産する予定の妊婦を示しています。画像の公開が12月12日、25日のイエスの誕生約2週間前です。聖母が着ていた黒いサッシの下にステスコープが置かれています。これは妊娠のシンボルです。ティルマの聖母のイメージの最も驚くべきことの一つに彼女の目があります。彼女の目の画像の写真は2500倍に拡大され、13の図が発見されました。中には、ファンディエゴとおぼしき画像もあります。左目を見てみましょう。1531年12月12日、ファンディエゴがティルマを開き、花を床に落とし、聖母の画像が浮かび上がりました。右目を見てみましょう。彼女の目の画像は、司教や他の目撃者の驚愕の表情を含め、その瞬間に実際に起こったことを反映しています。さらに、生きている人間の目と同じように、目が光にさらされると、網膜が収縮します。そして、光が取り消されると、網膜が拡張します。また、驚くべきことに、子宮内の赤ちゃんの心拍と同じように、リズミカルな心拍が毎分115拍の速度で聞こえてきます。
ルマの聖母のイメージは、アステカ族のインディアンにとって非常に重要でした。聖母の足元の月は、スペイン人は黙示録の聖母として認識し、先住民はアステカの太陽と月の神を支配しているとみなしました。妊娠したアステカの女性は腰の周りに黒いサッシを結びます。ドレスにある4枚の花びらの花は、アステカ族にとって神の中でも真の神のシンボルでした。星の緑のマントは真の神の母であることを示しています。神は聖母が王室の服を着ているので、先住民が彼女が誰であるかをすぐに理解できるようにしたのです。当時、ヨーロッパでは宗教改革により多くの人がカトリック教会から離れました。しかし、メキシコでの聖母出現から7年間で800万人の先住民がカトリック信仰に改宗しました。これは、教会の歴史の中で最大の改宗でした。宗教改革で離教した人以上の改宗者が誕生しました。この世界地図を見ると、アメリカ大陸にカトリック教徒が多いのがわかります。1531年12月12日のご出現。この日はメキシコの先住民にとって冬至の日で、太陽が暗闇に打ち勝ち新しく生まれ変わる日でした。